今回訪れた中海なんですけど、皆さんご存知の通り日本を代表するシーバスフィールドの一つで、比較的ね閉鎖的な水域であって、境水道で外とつながってるんですけど、海というよりは湖に近い感じのフィールドです。で地形変化もねすごい豊富で、岩礁ありの港湾ありのシャローありのサーフありので、年間通していろんなゲームが楽しめる、そんな釣り場です。で僕はねその中でこう1匹のシーバスを追いかけて釣りをしてます。っていうのも、その狙いの魚っていうのを決めて、でそれをこう自分の持てる技術であったり知識であったり全て総動員して追いかけていく。で最後の最後に狙いすました一投で釣るっていう、そういうゲームがねできる釣り場です。よし来た。なのでおかっぱりもちろんボートも駆使して日々魚を追いかけながら自分のゲームに持ち込めるような、そんな楽しみ方ができますね。おはようございます。今から、中海でシーバスゲーム始めていきたいと思います。でいつもやったらねこの白パターン終わってサッパーに切り替わって面白い釣りができるタイミングなんですけど、今年に限ってはちょっと状況が思わしくなくて、で雨が少なくて水もかなり悪くなってて、そんな状況の中でまずはシーバスを探すところから始めてみたいと思います。なので、定番ポイントいろいろ回りながら手広くサーチして魚を見つけてビッグウェイトで勝負をかけるというスタイルにいつも通りの展開に持ち込めたらと思います。まずはシャロープランクで本当にシャローエリアをね広く探っていって、シーバスの有無とかサイズとかそんなのを見極めていきたいと思います。ではお願いします。シーバスが全然見えん。今エリアを絞りながら魚サーチしていってるんですけど、ビッグベイトでやったらどうなんて思われる方も多いと思いますけど、ビッグベイトってね逆にすげえ繊細で広範囲のエリア探るのに途方もない時間がかかるんですよね。なので僕の場合は魚を見つけてからビッグベイトを入れるっていうスタイル。この白パターンとかそういう時は別やけど、確かに魚を引っ張ってくる力はすごいけども、広範囲をサーチするって言ったら一気に手返し悪くなるから時間もかかるし、それだけでもできんことはないけど、今日みたいにやっぱり時間が限られてる時はとにかく徹底的に魚を探して、そっからビッグベイト食う魚を選んで最後に勝負をかけるっていうスタイルじゃないとゲームとして成立しにくいかなと思ってます。なので僕も普段からこういうクランクとかそういう早く探れるルアーを使って魚を探すようにしてます。そこがこの白パターンとかと違うとこかな。やっぱり香港の水があまりにも悪いから、やっぱりそういう水が遮断できるエリアに多分魚溜まってるんじゃないかなって今見立てを立ててます。具体的に言うと水路の行き止まりとか、あとは湾道の一番奥とか、流入水系の仕切られた水門の裏側とか、普通で考えると、真っ先に外すようなエリア、逆に水の動いてないエリアを
探しながらやっていこうと思ってます。そういうとこは多分香港の悪い水が入ってくることもなさそうなんで、うまくいけばその中に魚を見つけられるかもっていう考えですね、今のところは。ダメだわ、なんか完全に水が腐ってる。腐った水がいっぱい入ってきよるな。これはあかん。ちょっと離れよう、このエリアから。もうちょっと長めの水路へ移動します。入らんな。あ、今日はおらんか。今日はおらんな。ソフロックが欲しいね。こういうカバーに突っ込んで尻尾だけベロンって出とる時あんねんけどな。やばい人がおる。真ん中。やばい人おる。やばい人おるよ、もう。ああ、やっちまった。さあ、まさか。うわ、もう手遅れや。しまった。ピックアップしようとした時に上がってきた。もうあかんわな。出ていったから。壊れた、あそこ。間に合わんか。あそこ怪しいよな。今の動きは怪しい。うん、ちょっと追われたよな、稲子か何かが。そうですね。
ここはなんか可能性あるな。やっぱりようやくなんか魚の気配が感じられたわ。っていうかやっとミスバイトやったけどやっとルアー見てくれたぞ。でもこういうロケーションをやれっていうことやな、今日求められてることは。もうライオ釣りやな。おった芝そった65ぐらい。まだ気づいてない。いけるかな。手前から今だけちょっと濁ってほしいな。おるおる、まだ逃げてない。行くぞバックオーライ。下がった。ちょっと嫌がった。くそー、反転された。マジか。針触ってない、針触ってない。ちっちゃかったけど多分50ちょいぐらいかな。それでもいいわ、釣らしてくれ。釣りたいですね。鈴木触りたい。これ一体何匹ぐらいシーバスおんねやろうな、この辺。多分そう、うん、でも結構おると思うね。で僕はね1匹のシーバスを追いかけて釣りをしてます。この白パターンとか、そういうビッグベイトが明らか効いてるっていう時期だけじゃなくて、豊富なベイトいまして、ここには例えばカタクチであったりサパであったりね、サヨリであったり、いろんなベイトについて魚回ってくるんですけど、その中でもやっぱりその時期その時の一番クオリティのいい魚を追いかけて自分の釣りではめていく、狙ったルアーで狙ったピンで食わすっていう、そういう楽しみ方ですよね。なのでね、釣り人としてアングラーとしてもすごいスキルアップができるフィールド。その一匹狙いの魚を追いかけていくプロセスっていうのがすごく面白い。そういうね、どうかな、なんて言ったらいいかな、うまくは言いにくいんですけど、例えばバスフィッシングみたいな、そういう感じの楽しみ方ができる。それをシーバスで楽しめる、そんなところかなと思います。いろいろちょっと水が効いてるエリア、効いてないエリア回ってきたけど、やっぱり流入が効いてるところはシーバスいたし、なんかちょっと水が香港の水をちょっとでも押し出してくれそうなエリアということで、ここへやってきました。ベイトもおるしね、なんかちょっと他のエリアとは雰囲気が違うような気がするんで、ここを重点的にやってみようかなと思います。よし、じゃあ始めます。
見えてないけどなんとなくここはおるような気がする。なのでここで勝負かけます。よし。すり抜けて、あそこで一発やったわ。真ん中、あの真ん中の群れやられた。すり抜けだな。真ん中の群れ、あれついてるっぽい。サイズどれぐらいやろう。でもなんかあんまり大きくはなさそうやね。いけるかな。ちょっと上流、立ち位置変えます。1回ぐらいつけや、ほんまに頼むわ。ついてくれ、絶対見とるはずやろ。一気に浅い方行きます。絶対通るはずやね。絶対通る。もはやここまでか。くそ、どうしたらいいんや。ここまで時間か。今日は終わります。出せんかった。晩秋の山陰中海っていうか、もうすぐ冬ですね。いよいよ巨大なシーバスが現れるタイミングが見えてきたんで、ベイトはね、相変わらず小型ベイトが多いんですけど、もうそういうの気にせずにでかいルアー食ってくる魚を一発当てれるように今日のゲームを組み立てていきたいと思います。これぞ山陰っていうね魚を皆さんにお見せできたらと思うので、頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いします。やるぞ今日は。今日の作戦はもうきっとあんまりこう魚は上がってきにくい状況やと思うから、あんまりこう早くさささって流すんじゃなくて、じっくり見せて魚が上がってこれるようなリズム作りを心がけて、でそこから徐々にどこまでスピードアップしていけるかなというところかな。やっぱりある程度スピード上げていかんと広範囲攻めるのにロスが出てくるから、ピンが絞れたらねそこをじっくりやっていくけど、もうちょいブレイクのこう航路が上がったとこあるやん、はい、三角の手前ぐらい、はい、あの清三角手前、あの辺から
回もうでも下げてるから茶色ハウスから一回流してもいいけど。はいよ。もう達成しますよ。いやまだまだまだ。うん11時方向。はいよ。はい直進。鳥の向こうぐらい。はいよ。鳥の向こうキュッと、回り込んで潮目っぽいところのあ、はいはい。向こう抜けたぐらいで一回。もうこの辺からは魚オルモンとしてやっていこう。もうそろそろ下げ止まりぐらいそうですね。ですね。うん、そうですね。一発目魚が出てくるタイミング今やと思うから。はい4ノット。はいよ。そう違いますね。うん。この色、この感じ。今で 2.8 です。はい。もうでもないかなこれ以上はな。うん行こう。2回に分けて切るか1回で大切りしてしまうか。まあ、どんどん次第ですね。うん。でもなんか風あるし、一回切ってしまってもいいんじゃないかなと思いますけどね。いいリズムで打てたら。はい。僕が SMP と出会ったのっていつやったかな。もうかれこれ10年ぐらい前になるんかな。ちょっとあやふややけど、当時ビッグベイトやってて、いろんな糸使っていろんな失敗して、なんかこの釣りに適した糸ないかなと思って試行錯誤した時に、ほんと釣り具屋さんでたまたまやと思う手にしたんが SMP で、もう気が付いた時にはもう全部 SMP に入れ替わってました。それぐらいこの釣りに向いてる糸かなって思ってますね。このラインの何がいいかっていうのはもう多分ね、本当使っていただいたらもう一発でわかる。この扱いやすさ、普遍的な扱いやすさっていうのがもうこの SMP の特徴、一番の特徴。ノットの組みやすさであったり、実調時の扱いやすさ、あとはもうルアーの動かしやすさ、そういったことを含めてね、ある一部だけ飛び出てるラインとか、もうそういうのじゃなくて、どんな場面でもいろんな状況あるんですけどね、そういった場面でも常に安定した性能を発揮してくれるラインだから、この釣りする上では本当にもうなくてはならない、もうそれぐらい溺愛してるっていうか信頼しきってるラインですね。僕の全てを託すことができる糸、これがないと始まりません。お、ボイル。ちょうどさっきなんか良さそうな一発出たわ、あの辺で。入るか。これでこのボイルの周りにでかいの
がこう潜んでたらいけそうやけどな。かかるなよチビ。よっしゃよっしゃ、抜けた。くっそ、かかってもった。ごめん、かかっちゃった。ちっちゃいけどとりあえずかかっちゃったよ。結構今小さい魚たちがベイトを折ってボイルしてて、その周りにきっとでかいの潜んでるはずやからと思って今あえてこうベイトのサイズ感外して大きめのペンシルでやってますけど、活性高いから出ちゃうよねやっぱり。よし、ありがとう。はい次、どんどん行こう。そら食うよね。ちょいサイズアップ。ちょっと外したらいいのおるわ。いきます。 OK、 よっしゃ。よっしゃっていうかまずまずやね。はいはい、ちょっとボイルから外してあえてレンジもちょい入れ気味、1メートルぐらい入れてやってたら、ボイルしてるやつらよりも一回りでかいのが出てきましたね。そしたらこれでちょっとボイル外したところにはちょっといいサイズがおるというのが分かったから、もう一段階進んで三種の神器の一つ、これでもうちょっとスローダウンさせて、あんまりやっぱりリアクションっぽいことしてたら生後がガンガンくるから、ちょっとゆっくり見せながらやっていこうかなと思います。それで多分バイトは減るけどサイズは上がる予定。7メーターが寄ってるところあたり、でももう鳥おらんようになったな。あの辺、まあいいや、もう一回行こ了解。う。そう宍道湖とかでも一緒やけど、いかにこう整合を避けていくかやんね。おっしゃ、今いいバイト出たぞ。どうや、一緒かと大落下でスローダウンで狙ってますが、まだちょっと魚の密度が半端ないから大きいやつまでたどり着かん感じかな。もうちょっとだけやってみます。こう釣れるからってやりすぎるとドツボにはまるから、上手にこの生後のバイトを減らしていくのがサイズアップの秘訣ですかな、こういうとこでは。これ外れてくれ。いいよ。よし、これは多分無限に続く。これやりだすと。ありがとう。戻ろうか。でもな、ちょっと1個だけ気になることあるからやってみるわ。やっぱボイルって鏡面から始まるやんか。で今ちょうど鏡面というか、潮目の脇潮の真ん中おるから、これで音出して魚持ち上がるんやったらビッグペンシルあるはず。
ラッキーサティで長髪かけていきます。今のちょっと、そうでもないか。ほら始まった。誘発できるんですよこいつは。始まる始まる。次この辺、この音で、あとガーって巻くのね、で浮上さして、これ失敗。この音、いいやつ来いよ。食った。どうや。ちっちゃいな。ちっちゃいけど。いいですか。はい、ありがとうございます。もらいます、そのまま。でもな、誰か一人ラッキー尺とかのボイル大きいのよ。これほんまボイル起こせるから。ラッキー13。本当は手分けしてするのが一番いいけどね。おお、ゴーンって止められた。バスや。4メートルダイバーのディップクランクでクランキングでベイトボールの周りを蹴散らす感じでいきました。超高速巻き、めっちゃしんどいけど。ありがとう。 OK、 もう見切った。これはこれの繰り返しやね。行くか。さっき言ってた結構生後ゾーンはもうね、サイズ感が望めないということで見切って、一気にシャロー側へ寄ってきました。で魚の数は少ないけど、ここはいいやつが絶対ついてるところなんで、この地形についてるでかいやつを持ち上げて食わせられるように今からいろいろやっていきます。まずは巻物で早く広範囲を探っていきます。そいつらかな。じゃあ距離が足らん、全然足らん。もうちょっと早くパッと探れるやつ。もう一回9巻いてみよう。もう普通に釣っても思んないから。でもちょうどバスでビッグベイトやってたから、ほんならこれでやったらどないよってなったんが最初かな。でもちろん釣れんやん。それはもうスイッチ入るやん。絶対今やいうタイミングでもうなんか酢虫食らったりするし、逆に自分が知らんタイミングで魚出てきたりするやん。でマジかってなるやん。ほな明日も行かなあかんやんってなるよ。おもろってなってん。当たった。了解。今当たったわ。中
60ぐらいの感触かな、感触的には。おおでかい。うわやっちまった。うん今のでかかったわ。くっそや。おる絶対おるわ。頼むルアー見たぞ。よし来た。うわくそ抜けた。でかい今のでかいぞ。おる。一気にシャロー2メートル台。最後のポイントへ向かいます。あそこは絶対おるはずやね。はい。もうここで巻くしかあるまい。こうなったら。ありがとうございました。終わりました。ああ、よう出し切らんかった。くそー。とこ入れてくれたのにな。チャンスあったけどな。まあほんのちょっとの。でもあれを取れるかどうかやもんな。この釣りって。そうそう。少ないバイトをいかにねキャッチできるかですけど、まあフックに当たったらもう角度とかなんやかんやあるんで。そう、それをものにするために日々いろいろ工夫しとるのにな。朝からもう日没までじっくりやり込んで結構狙いすましていったつもりやってんけども、やっぱりあとちょっとのところですり抜けていったり、まあうまく出し切れんかったっていうのもあるけど、でもね要所要所ではやっぱり魚の反応取れたから、また明日からの釣りにつなげられる感じにはなってるかなと思います。撮影がね今日一時だけあったのが残念ですけど、今日出てきた魚はまた明日以降必ず仕留めます。ありがとうございました。